ミリカです。こんにちは。今回テーマはですね、鬼滅の刃の映画を見に行ったよ、4DX で見たよということと、メタスピリチュアル視点で現在のこの世界と状況と、鬼滅の刃無限上編がなんかとっても重なるよねっていうお話です。で、この夏、鬼滅の刃の映画見てきました。で、最初は第1回目は私普通に動かない座席で見たんですけど、もうあまりにもやっぱり感動しすぎちゃって、今まで映画を見た中で本当にこらえきれないぐらいのおえつが出ちゃってで、ちょっと恥ずかしいぐらいにいやいや、そんなね、声がすごい出ちゃいましたとかっていうことではないんですけれども、もうなんか苦しくなっちゃう。なんか、なんていうの、息ができないぐらい、息がちょっとしづらい感じで、おえつが出ちゃうぐらい、ご覧いただいた方は、あのシーンだねっていうふうに、お分かりになられると思うんですけれども、はい、とてもね、なんかいろんな要素がね、鬼滅の刃って入ってるなっていうのは思っていたんですけれども、今回はとってもね、女性が特に、感情が高まってきちゃうかなっていう感じはしますけれども、それで感動しましたのと、あと無限上編なので、その無限にこう、変化して増殖したりだとか形を変えちゃったりだとかするその無限上の中で戦わなければいけないんですよ。で、上も下も右も左もガラッと変わっちゃうので、進んでる感覚とか落ちてる感覚とかっていうものが、なんかこれって椅子が動いたり、なんていうのかな、実際にね、こう落ちてる感覚とか飛んでる感覚とかを体験できる 4DX で見たらめっちゃ面白いんじゃないかなというふうに思ったんですよね。で、今回は初めて私 4DX で見たんですよ。そうしたらやっぱり狙い通りでした。もうその鬼滅の刃の映画の中に入って一緒に戦っている気持ち、そういう気持ちにね、ちゃんとさせていただいたので、もう 4DX めっちゃ良かったですね。もともと遊園地のライド系っていう乗り物、ライド系っていうのかな、椅子が動いたりだとかするやつあるじゃないですか。で、それは私大好きだったんで、そういう乗り物が。なので、それがね、長いんですよね、鬼滅の刃って。その長い映画の中で、いっぱいそういう、感覚にさせてもらえたから、これお得だなっていうふうに思いました。で、4DX ってこう空気がねフシューって出てきたりだとか、水が降ってきたりだとかね、あと前の方にこうなんか雪みたいなのがバーって出てきたりだとか、バーってこうなんか散ったりだとかするんですよ。あとすごい閃光が走るときに光がパーってついたりだとか、まさにですね、本当鬼滅の刃がもうその中に私がいるような感覚で見られたんで、本当楽しかったですし、感動を味わわせてもらったんですけど、またね、この後も2回ぐらいやるんですよね。何年か空けて映画新しいのを出されますよね、ラストに向かってね。そうだから絶対ね、また 4DX で見たいなっていうふうに思いました。で、今のこの世界ってまさに無限上だなっていうふうに私は思ったんですね。で、あらゆるその悪事というか、いろんな闇が世の中から出てきて、やっぱり SNS 上ですごい繰り広げられているんですよね。右があれば左があるみたいな感じで、これを話せば今度こっちの対抗している人たちが、意見を言うみたいな感じの動きがすごい激しくて、でもう毎日毎日その新しいニュースも出てくるし、ニュース報道機関じゃなくてもそうじゃない人たちもこういったことあったよとか、こういうふうなことを昔この人が言ってたんだとか、なんかいろんなことが出てきてて、どんどん情勢とパワーバランスが変わるので、もうこれはね、今無限上の中に私たちいて、で、鬼滅の刃は柱の人たちがいるじゃないですか。すっごいなんかもう代表的な強い人たちですよね。で、そういう人たちが、インフルエンサーさんなり、あとは政治家の方だったりだとか、議員さんだったりだとか、いろんなその界隈、もうあらゆるジャンルのところでその攻防が繰り広げられている。だけど昔と以前と違うのは、その柱の人たちがこの後方にいる、今までは情報を知り得なかった素人の人たちというか、一般の人たちが後ろにいて、応援したりだとか、こうなんか戦うっていうか、なんていうのかな、
後方支援みたいなことをしているような感覚がすごく感じられて、もうまさに今鬼滅の刃の戦いの中に実際にリアルにいるんじゃないかなっていう感覚がしてきてるんですけれども、あなたはいかがですか？もしね、鬼滅の刃知らないよっていうあなた様でしたら、ぜひねご覧いただけたらなというふうに思うんですけれども、あらすじというかこういうお話なんですよっていうのは今画面の方に文字にして、出させていただいていると思うんですけれども、日本ってアニメの文化ってすごい世界的にも世界中にファンの人たちがいるんですよね。でもちろん鬼滅の刃もですね、映画が世界中で放映されていて大ヒットしているわけなんですけれども、なのでですね、日本だけの話ではなくて、これも世界中に通用するというか、世界中で共感しているこの無限城の状態なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。あらゆるところで、その国々が問題と今戦ってるし向き合ってる、そういった状態なので、もう鬼とされるものが単なる善悪だけで分けられるものでもなくて、問題の中心になっている人とかそれに関連している人たちも、鬼に例えてはいけないんですけれども、でもやっぱりその人たちって世の中の人からすると悪いことをした人っていう風に見られてしまうけれども、でもその人たちも人間だし、その何かしてしまったその背景やそれまでの過程にその人にさまざまなことがね起こったからこそそういう風になってしまったんだっていう、多分そういう人の方が多いと思うんですよね。単に善悪で見るわけではなく、やっぱり今これから人間っていうのはどんどん精神的な進化をしていかなければならない時代になっていて、その理由は、宇宙時代に入って、視点がですね、地球上だけではなくて宇宙からの視点だったりだとか、あとはもう生活拠点がこれからね宇宙に向けられて、私たちは宇宙に住むようになっていくとすると、今度全く違った過酷な環境でも力を合わせてね生きていかなければならないとなった時に、宇宙飛行士さんを思い出していただきたいんですけれども、宇宙飛行士さんたちってさまざまなテストをクリアした優秀な方々ですよね。だけどその優秀さ、勉強ができればいいわけではなくて、精神性の分野でもやはり穏やかであったりだとか、冷静であったりだとか、分析力があったり、あとは多角的な視点で攻撃的ではなく平和的に解決できるとか、そういうところがものすごく求められていると思うんですよ。なので宇宙飛行士さんのことを考えると、多くの人たちがそのような精神状態になれるような、そういう流れになっていくんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、そうですので、今世界全体で人間の精神の高まりと変化と、あとは共存していくっていうことの本質的なところを変化させられてるんだなっていうのがわかるし、でそれを多分無意識に世界中の人たちが感じているので、この鬼滅の刃の映画もものすごく世界中で大反響を呼んでいるムーブメントとして巻き起こってるんじゃないかなというのが一つと、あとこの時代にですね、作者の小峠義治さんがこの作品を生み出された、宇宙の流れとして必然的にこの作品って贈り物としてね、小峠さんがお作りになってくださったんだなというふうに私は思うんですよね。鬼が鬼を生み出す、その鬼の元となっているものは一体何だろうと考えた時に、現代のこの社会の鬼って何だろうと、いわば鬼仏寺無惨さんは一体何なんだろう、どこにいるんだろうって、今まだ私たちは掴みきれてないのかもしれない。その無限城編のまだ、3部作になっているその一部なんですよね、今、放映しているのが。で一生懸命炭治郎君たちみんな鬼仏寺無惨を、倒さなきゃいけないと、その無限に広がり変化していく無限城で探し出さなければいけないという任務なんですよね。そしてものすごい強いので犠牲を伴いながらも倒しに行かなければならないという、若者たちなんですけれども、その鬼のね居所も正体もまだよくわからない。それと鬼もどんどん進化しちゃっているので、実際の戦いの時にどんな戦い方になるかもわからないけれども、でもそれでも何とかしなければいけないというようなね、現代社会も本当にね、人間が戦わなければいけないものって何だろう、
倒さなければいけないものって何なんでしょうって考えた時に、その実態がですね、まだ私たちにはつかめていないのかもしれないですよね。ただ単にこう、ニュースとかで出てくる犯人とか、あとはこの人悪いことしたよねっていうような、元何々の人とかね、そう役職がついてる人とかね、いろいろありますけれども、そういう人たちが出てきて、なんでこうなっちゃったんだろうっていろいろ考えたりとかもしますけれども、そういうふうになってしまっている、その元になっているものっていうところに私たちは迫っていかなければいけないし、切り込んでいかないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。おそらくこれから、もっともっと変わってくると思うんですよね。今まで続いてきているその政治だったりだとか、世界情勢だったりだとか、これはもう変えられないかなって思って諦めてしまうようなこともどんどん変わってくると思うんです。それは変わらなければいけないっていうふうに私たちは思い込まされます。で、これってよくね、陰謀論で、支配者様たちがとかそんな感じで言われますけれども、ちゃんとこの宇宙の流れがそういうふうに私たちを、押してるんです。そっちの方向にと私は感じています。ただ、あらかじめ一つのゴールのところに私たちが向かっているっていうわけでもないんですよ。私が思うにゴールの形って変化しますから、大方こういう風になればいいなっていう道筋はあるかもしれないですけれども、そこに行きつけるかどうかはわからないんです。つまりは無限上で鬼仏寺無惨を見つけてみんなでやっつけられるか、あるいはね、戦い抜いて犠牲になった人たちもいるけれども、なんとか生き残ったものがそれをやっつけられるか、あるいは見つかるかどうかもわからない。なのでこれはアニメや漫画のお話とは全く違ってですね、最終の結末はわからないって私は思ってます。なので私たちは常にやっぱり、情報を集めたりだとか考えたりだとか、自分の中でちゃんと、問題と対峙していくっていうことがこれから必要になってくることだと思います。赤ちゃんってね、生まれた時に多分ほぼほぼ真っ白というか純粋な魂、純粋な存在だと思うんですよね。でね、だんだん成長するにつれていろんなことを目の当たりにして心が傷ついたりだとか体験をして喜んだりだとかいろいろありますけれども、その日の状態って変わると思うんですよね。純粋っていうよりもいろんなことを知るからこそ、いろんなことを見てしまうわけで、あとは自分の中のフィルターもいっぱい出てきちゃうんで、まっさらな状態で何かを見るっていうことってなかなか難しくなると思うんですよ。でも私はそれでいいと思っていて、それを経てからの、じゃあ大人の人たちはどういうふうに行動していくのかっていったことが今課題となっているのかなというふうに思うんです。つまりは見て見ぬふりをしていたりだとか、私関係ないですっていうふうにしていないことが大切になってくるのかなって、今人類に向けて一人一人が、これからの未来をどういうふうに良くしていくか、作っていくのかっていうことを投げかけられているんじゃないかなと思います。なので今日は鬼滅の刃のお話でしたけれども、いろんなアニメだったりだとかドラマでも映画でもそうですけれども、心を揺さぶる作品っていうのはやはり何らかしらの必然性があって私たちは多分見ていると思うんですよね。なのでこれは多分、宇宙からのヒントあるいはお知らせでもあるのかなというふうに私は思っております。感動することって別に悪いことではないですよね。ただその心を動かされた時に人って冷静さを取り戻そうとか制御コントロールっていうものも必要となってくることがありますし、いろんなものでね、私たちは今魂の進化をしている。人間という生き物が次の生き物になっていく、人間は人間であるけれども、もしかしたらある意味人間じゃなくなるってそういうことかもしれませんよね。煩悩とか本能とかそういったものだけではなくて、やっぱり制御をするっていうところだったり、あと観念が変わる。自分だけの世界じゃない。
みんなが生きている世界の中で自分がいるとかね、一部の人が権限を持っていたり豊かであったりするっていうこと自体が変わってくる。そういう風にしたいなっていう風になんとなくこうみんなが無意識化のところでね思っている。その無意識化っていうところに、多くの人の共通した希望があるのならば、それがやっぱり共振と共鳴、つまり共感するってこと。それが誰に何を言うわけでもないんですけれども、みんなが同じようにその無意識化で思っていることっていうのが、私ワンネスというか世界を作っているものなのではないかなと思っております。ということで、今回メタスピリチュアル視点で鬼滅の刃お話しさせていただきました。今回第1回なのでまたあるのかいっていう鬼滅の刃に関しては私何回かお話しさせていただきたいなとは思ってるんですけど、そうですね、だから登場人物の中でやっぱり炭治郎くんの存在ってすごく大きいわけですよ。で、炭治郎くんのものの見方、視点、これってかなりメタなんじゃないかなというふうに私は思っているんですね。多くの人がやっぱり憎しみや、妬みそねみみたいなものを、ネガティブな観念っていうものがやっぱそこだけでこうやっぱり捉えてしまうと、物事ってもうそこで多分止まると思うんですよね。でもそうじゃなくて、炭治郎くんはそうじゃない視点で見れるよっていうようなこともね、すごく大きなヒントとなってきてると思うんですよね。はい、なんかこれからねまたそういう話をさせていただきたいなとは思っております。ということで、今回は鬼滅の刃無限上編 4DX で見てきたよと、この世界は現在無限城の中にいるんじゃないかというお話をさせていただきました。チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと、これからもチャンネルを運営していけますので、どうぞそちらの方もよろしくお願いいたします。もしよかったらあなた様のご意見やご感想もコメントの方に書いていただけますと嬉しいです。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。お体、お心、お気をつけてお健やかにお過ごしください。また次回もぜひご覧くださいね。それではまた。